MA マンです。今回はドクターストーンのセン君のフィギュアを二次元リペイントして塗っていきたいと思います。ドクターストーンめっちゃ面白いですよね。個人的には最近やってるアニメの中でもトップクラスで好きな作品です。私漫画の方は読んでいないのでアニメの方だけを見てるんですけど、お話的にもめちゃくちゃ見やすい構成なのに内容が結構濃密だから毎回続きが気になるなーってなっちゃってるんですけど、とっても面白いですよね。で今回のセン君のフィギュアはもともと石化風に仕上がってる方をゲットしたので、石化から復活をさせていくような気持ちでやっていきます。テーマはアニメ風にシンプル系かっこいい塗り方でリペイントをしていこうと思います。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするためのフィギュアリペイントやフィギュア塗装、最近ではフィギュアの造形に関する内容も発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。またフィギュア塗装コミュニティのフィギュアートラボも運営していますので、興味がある人は概要欄の一番下をチェックしてみてください。それじゃあ塗っていくよ。はい、では塗っていきます。プライズのフィギュアのセン君ですけど、結構造形しっかりしてるんですよね。顔とかも似てるし形も綺麗なので、プライズフィギュアでこの完成度だったら嬉しいですよね。まず下準備の方ですが、もともと首から頭ごと外れるタイプで分解しなくても問題なく塗れそうだったので、新たな分解はせずにまず中性洗剤でしっかりと洗って油分とか汚れをしっかりと落としてから水気をしっかりと乾かしてます。今回のフィギュアは石化風の塗装がされていて、もともとグレー系の色になっているセン君のフィギュアなので、まさに石化から復活をさせるような感じですね。色味的にはもともとグレーのサーフェイサーを拭いたような色味からスタートする感じなので、サフはあえて拭かずに今回はプライマーのみ拭いて進めていってみました。あえて石化状態のフィギュアから始めることで、本当にドクターストーンのストーリーになぞって石化から復活をさせていくような気持ちで塗っていく過程を楽しめるので、自分の頭の中で想像しながらラッカー塗料という名の復活液を今からかけてやるぜ的な気持ちで塗っていきます。完成した状態も大事なんですけど、こういう過程が大事なこともあると思うんですよね。やっていくこと自体は普段と変わらないんですけど、意識がちょっと変わるだけでなんかちょっと普段と違う感じがして不思議な感じですけど、結構おすすめできますので、手元に同じフィギュアが2つある人とか、石化の方買ったんだけど通常の色にしてみたいなって方とかは挑戦してみるのもいいかもしれませんね。そしてフィギュアのサイズなんですけど、今回は大きくもなく普通サイズかなと思いますね。このフィギュアより結構大きめのフィギュアを塗ることも割とあって、このくらいのサイズのフィギュアは割とコンパクトだなって思いながら塗ってましたね。結構感覚がまひってるのかなとかも思うんですけど、実際塗っていると片手で持ちやすくって、ある意味塗りやすいサイズ感だなという印象があります。フィギュアが大きいとそれだけ塗る面積も増えるので時間もかかりますし、あんまり小さすぎても塗りにくかったりすると思うので、そういう意味だとこのぐらいのフィギュアってリペイントにはちょうどいいサイズなのかもしれませんよね。そしてフィギュアを塗っていった流れですが、大まかには服の部分、服の内側の部分、腰回りの装備とかの部分、靴、肌、アイペイントからの髪の毛、そして仕上げ、修正と線入れ、そして台座の仕上げという流れになります。服の部分の白色というかちょっとくすみ色の服の部分は1ベース2影3線入れがメインの作業となっています。衣服を石化から復活させつつ、一緒に腰の袋とか靴とかも復活させていきます。胸の部分の E=MC 次乗っていう書いてる文字は石化フィギュアで黒文字だったので、カラーだと確か指を食いちぎって奮い立たせて書いた血文字の色なので、ちょっと赤みのある色に戻していきます。ドクターストーンのストーリーって石化して自然しかなくなった環境から科学の力で人を復活させていくっていう設定だけでも結構ね興味が湧くお話ですよね。なんか設定が壮大でワクワク感があるなって思います。私たまにディスカバリーチャンネルとかでサバイバルしているのを見るのも結構好きだったりするので、
この番組も千空みたいな人がいたらどうなるんだろうなとか、現実的なとこと照らし合わせて想像したりもしちゃうんで、余計にワクワクしちゃうアニメなんですよね。実際サバイバルに行った人とか見てると、ちょっとこう天候が変わるだけでも火起こしだけでもすっごい難しそうにしてるし、食べられるもの探すのもなんかかなり苦労してるのに、千空どういうことって感じですよね。漫画とはいえナスディとかももう驚くレベルのなかなかのレベチですよね。キャラクター的には個人的には千空と司が一番好みかな。ビジュアル的には司かなって感じですね。女の子のキャラも結構絵柄が独特というか、ちょっとミステリアスな雰囲気がある感じで可愛いなって思って見てます。はい、リペイントの方に話を戻しまして、腰回りの装備とか靴とかのペイントなんですけど、ここは基本的に似たような色で服の部分と同系色の色で塗っていってます。部分的に若干色味を変えてるような感覚ですね。衣服の内側とか、あと靴の内側とか継ぎはぎっぽい部分とかですかね、そこは小豆ミルクみたいな色を強調して使っています。のせていく色数とか見てもらってると分かると思うんですけど、今回は本当にテーマ通りシンプルです。塗りがシンプルだとよりアニメの方の作画に近づくと思うので、しっかり丁寧に塗ったり色作りがはまってくれたら結構かっこよくなってくれるので、個人的にはシンプル塗りも結構好きだったりします。身につけてるものに色が乗ったら肌とかアイペイントをしていきます。肌の色もシンプルに2色だけです。そこにプラス線入れだけですね。ベースの肌色とかは明るめの肌色を使っていて、影の色は何回か調色して色を作ってみて、アニメとかイラストにありそうな色で塗ってみました。今回は結構いい感じの影色ができたかなって個人的には思ってます。目の部分なんですけど、このフィギュア結構綺麗に目がプリントされてるって表現で合ってるのか分かりませんが、綺麗な目が表現されていたので、もしグレーじゃなくって色付きの方のフィギュアだったら、むしろ何もいじらなくてもいいやってなってたと思うんですけど、石化バージョンの方は瞳の色もないので上から着彩をしていってます。千空は赤系ですね。ベースの色と暗い色とハイライトで塗っています。あとは目の輪郭とか眉毛の形とかちょっといじってます。元の感じは眉も細めでシュッとしてたので、私の感覚ですけどもう少し太めにしてちょっと形も変えた方が千空っぽくなるかなって思ったので変えちゃいました。それと合わせて口元の部分も強調してみました。映像でちょっと映ってるかなって思うんですけど、実は最初歯の方もちらっと見せようかなって思って塗ってたんですけど、造形的な部分はいじらなかったので、顔を横から見た時によーく口元を見るとちょっと変かなって感じになったのでやめました。やっぱりフィギュアだからいろんな角度から見たいので、できるだけ威圧感は避けたいですよね。なので元の閉じた状態でニヒルな笑いっぽい口元にしました。ニヒルな笑みって実際にやったら気味悪がられるリスク高そうなんですけど、2次元だとかっこよく見えたりするのって何なんでしょうかね。完全に個人的な感想なんですけど、私は結構好きだったりします。で、最後に髪の毛を塗って線入れをしたらフィギュア部分は終わりですね。髪の毛は白系と緑系でネギっぽく分かれているので、まず全体に白系の方を筆塗りをしています。そして緑のグラデーションはエアブラシでやってます。ここの部分はパキッと塗り分けるんじゃなくってグラデーションの方がアニメの作画に近づきそうだったんで寄せに行った感じです。髪の毛先の方は、暗めにしたりとか、あと部分的に微妙に色味を変えたりもしたかったので、同じ緑系でも何回かに分けてエアブラシで重ねてみました。水性で塗っていたら筆でグラデーションをしていたと思うんですけど、今回ラッカーでやっていったのでエアブラシを使ったという感じですね。髪の毛にも色をのせたら全体に色がのせ終わったので、フィギュアの全体に線入れをしていってフィギュアのリペイントは完成です。最後に台座の方なんですが、まずはウッドベースの台座にあらかじめ穴を開けて、左足の裏にも穴を開けて、台座の上にフィギュアが自立できるような状態を作っています。そして台座の平らな面に
ボンドと紙粘土で地面を作り、ジオラマ用の人工芝をカットしていって、粘土が乾燥する前に植え付けて、ボコボコっとした地面にちょこっと雑草が生えた感じの、ちょっとストーンワールドっぽい感じを意識した風の地面を作って乾燥させます。乾燥してからラッカー塗料を3色とスタデルカラーのシェードの4つの塗料で色をのせたら台座の完成です。結構簡単に割とリアルめな台地っぽい台座ができるので、すごく楽しい作業です。はい、こんな感じで今回完成した千空のフィギュアがこちら。はい、こんな感じでドクターストーン千空ちゃんの二次元彩色リペイントができました。今回は石化彩色のフィギュアにリペイントで色をのせて復活をさせていくということだったので、リペイントが完成した状態だけを見ると元が石ペイントだったことはわからないんですけど、気持ち的には塗っていく過程も楽しめるというリペイントになりました。そういう視点で言うと、こういう時に作業している過程を映像で届けられる YouTube って今回いい仕事をしてくれましたね。家庭ありきの作品だと特にそうだなって思いました。石化フィギュアもそうですけど、もちろん通常彩色のフィギュアもかっこいいので、石化と通常とあと2次元でそれぞれ違った良さがあるコレクションにしても飾った時に楽しめるんじゃないかなと思うので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい、このチャンネルではフィギュアをもっとかっこよくするためのフィギュアリペイントやフィギュア塗装、最近ではフィギュアの造形に関する内容も発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。また Twitter の方では私が現在リペイントしているフィギュアの過程とかもツイートしていってますので、気になった方はそちらもフォローしてみてください。じゃあまた次回の動画でまたね。